イグアスの滝を見に行くぞ楽しみー。イグアスの滝に突っ込むは人生のうちにやっといた方がいいことリストに入ってます。やってまいりました。メインイベントということで、優勝賞金は少なく見積もっても1億はいくんじゃないかなと。ありがとうございます。というわけでデイ2です。参加人数714人、賞金発表されております。1位280万ドルで2億。でかすぎ。入賞が103人からで、残り246人。まだまだ全然インマネが見えてるとは言えないね。でもアベレージ29万点に対して32万点あるんで、アベレージは結構超えてるという感じで、ここからなんと90分グラインドです。長すぎ、長いっすね、めっちゃ。激長です。長いと今みたいに 50BB ぐらい持っててもあっという間になくなっちゃうね。50BB 持ってるっていうと飛ばないイメージがあるじゃないですか。なんで飛ばないイメージがあるかというと、周りが 30BB とか 20BB しか持ってないのに 50BB しか持ってなかったら飛ばないわけよ。でも周りも 50BB ぐらい持ってるから普通にぶつかったら飛ぶっていう。こういうロングストラクチャーのトーナメントのコツは一喜一憂しないこと、淡々とやっていくことです。Parece um final de chave isso aqui. 17万1000。もうダメだ。17万点。マジで3時間ホット取れなさすぎました。いや、ほんとそう。ハンドも入らないし、入っても負けるし、もうダメだこれ。まあでももう開き直ってます。まあこんなこと言っててもさ、突然100万点とかなる時あるから、まあ多かったすぎる。無心でやりましょう。修行です。修行。アンドストレイト。ピンマネまであと14人。重さは 9.1 ビッグ。次ビッグブラインドです。こりゃきついわ。何もできないマジで。やばい。ちょっと増やさないとインマネきついですから。ずっと降りてればインマネはできんじゃない？ああ、もう意味ない。意味ないからね。攻めの姿勢を忘れちゃうとそうっすよね。ダメなんですよね。これでかなりインマネは見えたよね。よし。一番大きな難関を超えた。16万2000。もう一回ダブルアップしなくても最悪いいよ。最悪いい。ハンドが来たらダブルアップできたら嬉しいし、ハンド来なかったらもうドショートでインマネでもいいもんだから、結構どの道も良くなったね。なるほど。Hi, はい。we are making for the Portuguese transmission. どういうことこれ。
何これ。外国人のプレイヤーがテーブルを支配する。I think second one was there. 今のはなんかいろんな外国人のプレイヤーが ESOP 支配してるぜみたいなことああそういうこをいろんな国の言語で言ってなるほど外国人に支配されてんじゃんブラジル人もっと頑張んなきゃみたいなプロモーションにそういう煽りなるほどまあ実際には支配するどころかめちゃくちゃ衝突したから支配されてんだけどね俺なんか簡単が入った他来ないかな簡単でいいな Atenção, dirigidores, apenas bloqueando lines 500 metros e procure a Floridians. Ganham o buy-in para o SOP Summer. I think it was 100% translating foreign, but cheap EV. あれコール仕掛けた何ですか。コールの余地があったってことですめっちゃ。余裕であるっていうかチップの価値だけで考えたら絶対コールした方がいいと思う状況が状況だし。状況が状況だからコールできなかった多分降りてるからてかまあ降りるしかないコール仕掛けたマジでハンドフォーハンドは残り4人 Dividiram para todos 止まっ vocês. た。当落線上にいます Campeões dos 降り続けてれば1万ドルもらえる personalizado do でも俺は Vamos receber agora com uma grande salva de palmas o pessoal Let's go, Babos. Gabriel Medeiros.あと4人さあラスト5000ドルトナメ出ましょうあと4人だったけど仕方ないトナメ出ますよすごい。まだまだどれだおそらくこれがラストですね5000ドル2で今日明日、まあ、明日までゲーム取りができるんで最後優勝して終わりたいね本当いい思い出にして一発でそれ戻すか行きましょう。
ポーカーってこういうゲームだったわ。増えるときってこういう感じだわ。久しぶりになんかこれこれポーカーってこういうゲームだったな。いやマジでこのトナメかこの通りです。2番終わった。終わったっぽいっすよね。毎日こんな簡単であってほしいよね。35万5000いいじゃない。考えてたの俺さっき、はい6000ドルメイン5発飛んでこれが5000ドルじゃんってことは3万5000ドル、7倍になればまだ元取れる。70万点になれば元取れます。なるほど。そして70万点になりそう。70万点がちょうど多分インマネアベぐらいなの。はい参加人数もおそらく560人ぐらいでちょうど優勝10万ドルぐらいかな取れそうな金額。もう一番いいじゃん。これでいいよ。お子さんは最後走りがちだから。 OK 行きましょう。デイ2これで優勝だ。お疲れでした。ジム行きましょう。すごっ。というわけで BSOP デイ2ということでこれがおそらく最終日になるでしょうね。そうっすね。優勝したら戻るかな。はいはい戻しましょうまずは。いきなりでかっ。出た。 10BB 増えた。一勝。なんかずっと調子いいな。このまま優勝するか。お願いします。46万5000。 46万5000。はい調子よきよき。前回のマルタも最後だったよいやね。ほんと最後。俺最後に爪痕残しがち。調子はめっちゃいいと思います。プレーもいいし球もスッキリクリアしてるしハンドも来るボードも絡む。もう全てが完璧。全てうまくいってる時の感じですいやあれ全員今から参加するんですか。やば結構いますね。10人。めっちゃ増えた。12.5BB で入れるからね。美味しいよね。逆に言うと今チップ持ってる状態の横澤さんはありがたいんですか。そんなこともない。まああんまありがたくないよね。なるほど。今出てる人たちは得してるわけじゃん。そうですね誰かが損してるわけじゃん。はい。まあ俺だよ。なるほど。嬉しくはないけどうまく暴れられたらねはいはいはい。美味しいね。
いやーこりゃ74万5000、うわ素晴らしい。すべてが順調。賞金先出てました。はい8万8000とか、はいこれ17人残りで10人までなんで、あと8人で今ね、まだね全然実はそういうフェーズじゃないんだけど、みんなねちょっと飛びたくないなって顔をしてるのですまあそこはうまくつかしていただきたいと思います。はい。ここからはマジでこれ勝てるかどうかの勝負だな、はい正直。ここからは 1BB の削り合いです。軽いんだけどやばいです。あと2人。最高だ。勝ちました。薄い。薄い。ファイナルだぜー。2025年これファイナル何回目だと思いますか？予想。でも10いってたらマジでやばいかな。なんと14回目です。マジっすか？今年14回目のファイナルテープ。しかもチップを潤沢なチップを持っいやて結構いいっすね。96万5000。96万5000 OK っす。全然いいでしょう。 Will you do the photo? The photo, yeah. Pessoal, pode sentar quatro, por favor, aqui. 犬がいてんだ。おお、スピードフィールディング。
確かに入ってきてさ。You cheeks. Bad luck. Good luck, guys. Have fun. Good.やれてます。Tava vendo. 8でいいです。が取れないな。きついっすね。Ah, joga 2 vezes só. Nice hold. Esse foi. Isso que eu tenho que trabalhar com o farejador mesmo. ショートや。ポット取れないね。でもここから優勝もできるのがいいとこだよね。確かにポーカーってね。なんでこんな時から優勝できちゃったんだみたいなことってあるよね。 Tá com medo do jogo? Chop 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 chop. Ah, it's better. チョップ大チャンスからのまさかの2っていう。これ優勝するやつかやっぱり。残り6人。6人。このハンドエース10号が来ております。うわ、予告オールインです。Maestro!
お、相手がエースだ。でもエースのが強い。 Esse やばい。 Pelé. Pelé. Tá. 最高。最高。顔がいっちゃってます。なんかすごい優勝したくなってきた。いや、行きましょう、行きましょう。なんか優勝したくなってきたいや、あな。れも勝ったらもういけるっすよ。確実に3位よ。はいトロフィーまでたどり着いてそうですね。たどり着いて、からの優勝ね。お願いします。めっちゃ一人飛んでほしいとかそういうのに優勝します。最強。これマジで天才。かっこいい。かっこよ。ありがとう。攻めたらもちろん代償はあります。仕方ない。いやー4位になってしまったいきなり。やばいもん。そうだな、飛ぶやつ。また飛ばない。最高。神が勝ててきてる感じですね。
tá gostando? O que o bicho tá gostando aí? マジで勝てないか。勝ちきれんかったな。 Aproveitamento 100%, jogou todo. AC 対4ポケがでかかったね、やっぱり。でかい。最後の S 尺対9ポケもね、5分の勝負勝てなかったから、しょうがないね。いやー、優勝あると思ったけどね、惜しかった。惜しかった。4万ドル。なんでか。Let's go. Downstairs. Again. あ、でもトロフィーすごい。まあ一応収穫ありということで、お疲れでした。お疲れ様でした。お疲れ様です。というわけで BSOP 全日程が終了です。長かったね。長かった。収支アプリをつけてたんですけど、はい結構衝撃の事実に気づいたんですよ。はこんだけ長時間めっちゃトナメ出た感じするじゃん。い。めっちゃ出た感じする。12トナメしか意外と出てないのよ。あれ20エントリーぐらいしてる感覚ある。めっちゃ進む。だから1エントリー1エントリーがめっちゃ長かった。今回なんかあんまりうまくいってなかった感じすごいしたけど、確かになんか最初の方とか今回もまたデイ2今回もまたデイ2みたいな、確かになんか飛びあんま飛ばなかったよ。まあ最初そうです、確かに。そうで2インまでして2ファイナルあ、すごい。 12エントリー2ファイナルだから、まあ、結果だけ見たらなんか結構悪くない感じ。はいはい。ただ収支は残念ながらマイナス46,857ドルで負けちゃいましたね。まあ負けたって言ってもですね、2万3万出て、ね、1万も出て6000、5000っていっぱい出まくってるから、まあまあ金額としては大したことない金額っていうとちょっとあれだけど耐えたんじゃないですか、だいぶね。なるほどファイナル2回だしね、はい。プレーに対する後悔はないかな、あんまり。まあ長期で見たらいいプレーしてんじゃないかなと思いますね。 BSOP 自体もなんかすごい進化してます。すごいブラボーです。また来たい、絶対に。しかも今回は終始マイナスだったんですけど、ホテル代全部タダになりました。はい、いっぱいタダめ出て、はいはいオアシスのライブ見れたし、イグアスの滝も見れたしいやそう、ご飯もタダでいっぱい食べれて、ほぼお金使ってない今回、経費ほぼゼロ。遠いけど全然来る価値あるなって思ったんで、まあ、来年の BSOP も候補には入るかなっていう感じがしました。というわけで世界一周旅、次の目的地あるんですけども、はい次もまたとんでもないところに行きます。これ行っちゃおうかな。絶対次回予告で動画になるんで言います、はい。なんと横澤バハマに行きます。バハマ。アメリカの右下の方にあるはいバハマっていう、一回ねクルーズで行ったんじゃないかな。ウェブライとか電眼と一緒に船でそう船でちょっと寄った一回バハマに多分上陸だけはしたんですけど、あのバハマになんと行きます、飛行機で。また遠いっすよね。なんとですね、僕ついにトリトンはい。メインイベント出ます。おいくらですか。 10万ドルです。10万ドル。はい、1500万参加費のトリトンメインイベント、トリトンバハマですね。去年も一昨年もやってたんですけど、トリトンのメインと WSOP ヨーロッパのメインが両方あるんですけど、10万ドル2万5000ドルなんですよ。でかすぎ。であるトナメ全部2万5000ドル以上ばっか。これは WSOP とトリトンが同じコラボしてるんですよ。あ、そういうことか。最強のタッグを組んでやってて、で去年も一昨年もねちょっと参加費高すぎて僕にはまだ早いっていうのでスキップしてたんですけど、今年はもうね出ちゃいます。3連敗してるじゃない。メガス、マルタ、ブラジル、さぞいっぱい負けてる印象なんだけど、実は WSOP で780万ドル買って30万ドルぐらいバルセロナで勝ったのよ。今年の勝ち分っていう意味で言うとまだ全然勝ってるっていう、はいはいはい。いやすごい。10万ドルはもう初。最高額のトラメなんでバハマに行って戦ってこようと思いまうす。わーマジで楽しみだな。ついに器編ここまで来ました。やばすぎる。器というわけで行きます。トリトン待ってろよ。バハマでお会いしましょう。行ってきます。ここで世界の子さチャンネルからお知らせがあります。なんでしょ先日1月27日にポーカールームと DNA さんがタッグを組んでリリースしたエッジポーカー、こちらなんとですねリリース2日で10万ダウンロードを突破しました。ありがとうございます。ありがとうございます。もう我々も想像以上の反応いただいておりまして、すごい反響でした。こんなにたくさんの人にボワーッつって遊んでもらってて本当にありがとうございます。嬉しいです。ただですね、一方で横澤弘樹が監修しているゲームだって聞いてたのに、かなり期待してたのにがっかりだよっていう風な、そういったご意見とか感想っていうのも全て目を通させていただいております。まず期待していただいてたのにがっかりさせてしまって本当に申し訳ありません。申し訳ありません。僕からも本当にごめんなさい。
はい、これに関しては僕らの力不足というか未熟さみたいなところもめちゃくちゃ当然あるんですけれども、一方で説明不足というか我々がちゃんと伝えたいことを伝えきれてなかったなっていう側面もかなりあるかなというふうに思っておりまして、今回この場所を借りて話させていただきたいなと思ってるんですけど、監修してるはずなのになんでこんなバグとかいっぱいあるのとか DNA のチーム本当にポーカー分かってんのかみたいな意見とかをいただくことも結構ありまして、そこに関してそうじゃないということを主に今日はちょっと説明させていただこうかなと。そう、実際 DNA のチームも本当にめちゃくちゃポーカー好きばっかなんですよ。いや、そうなんですよ。ありえないぐらいのポーカー教たちで WSOP まで会社のメンバーで来てくれたりだとか、世にあるポーカーのゲームだったりとかアプリとかっていうのはもう一通り全部本当に見た上で、ポーカーへの愛みたいなのを持った上で出しているということも伝えたいですね、はい、これはですね、話していいのかという話を、DNA さん側にも許可を取っていいよというふうに言っていただいたのでちょっと話したいなと思うんですけど、大前提 DNA さんってやっぱ上場しているようなすごい大きい会社でたくさんの有名なゲームを手掛けている会社なので、ポーカーのアプリを作るっていうこと自体が正直最初からめっちゃ難しかったですよ。ギャンブルなんじゃないのっていうふうに言われたりもするし、遊ぶ人いるのっていうふうな疑問とかもあったと思いますし、リスクはあるけどメリットなくないっていうようなプロジェクトだったんですよね。超異例のプロジェクトだったみたいですね。本当に異例のプロジェクトなんですけど、エッジポーカーのプロデューサーさんだったりとかディレクターさんだったり、DNA 社内の本当にポーカーを愛してやまない人たちがなんとかして DNA でポーカーのアプリを作りたいっていうことでもう本当に頑張ってくれたんですね、その中で、予算を通して土下座して回ってこのプロジェクトなんとかして形にしようっていうふうに動いてくださったんです、ただ、やっぱそういう形で始まったプロジェクトだったので予算がかなり限られた予算の中でやらなくちゃいけなかったんですけど、でもその中で追加っていう風にやってなんとか3年近く開発をしてきたんですけども、いよいよ出さないとプロジェクトが終了してしまうという話になってしまったんですね、はい、ゲームの世界では割とよくあることらしくて、開発してプロジェクト立ち上がったのにリリースされることなくプロジェクトが終了しちゃうっていうケースも体感 7,8 割ぐらいはそういうプロジェクトっていう風に僕は聞いたんですよ。そうなんですよ。僕はもともと DNA って会社にいたんですけど、プロジェクトが立ち上がってからいろんなステップがあるんですよ、プロトタイプ、アルファ版、ベータ版で QA で審査、でリリースっていうステップを一個一個踏まなきゃいけないんですけど、10個あったらもう2個通ったらいい方みたいな。そういうことだよね、はい、それもあってこのままだったらこのプロジェクト終了だよと、もうその究極の2択を迫られると、僕らとしては当然今出したこのエッジポーカーが完成品だとは思ってないんですけども、出すしかなかったというところがありまして、リリース時期をずっと言ってなかったじゃないですか、本当に直前にリリースしたと思うんですよ、いきなり今始まるのって結構皆さんも驚かれたと思うんですけど、僕らもギリギリまで粘ってなんとか1月27日に出すことができたっていうような側面がありまして、監修してなかったとか DNA のチームが適当にやってんじゃないかみたいなことではなくて、本当に真摯にこの3年間向き合ってきたし、思いもめっちゃあるんですよね。だからもうここでは話しきれないぐらいめちゃくちゃあります。7年間8年間ポーカーに向き合い続けてきた僕たちのことをさすがに信じてほしい、これは。でもそれは確かに監修してないんじゃないかっていう風に言われちゃうのはしょうがないかなって思った。そういう意味でそれは本当にめっちゃミスった。これは本当に僕らが未熟でした。マジで申し訳ない。ただ一方で、出すことができたわけじゃないですか今回、リリースをしたプロジェクトとリリース前のプロジェクトってやっぱすごい大きな壁があるらしいんですよ。出しちゃえばこっからはこのプロジェクトを存続させるためにどうやったらいいかってことを考えられるフェーズに、やっと入れたと。そしていろんな声があることは重々承知してるんですけども、プロジェクトとしての進捗は非常にいいというふうに DNA 社内でも評判が良いらしくてですね、もともと異例のプロジェクトだったんですけど、これちょっと期待できるんじゃないっていうふうに空気がちょっと変わってきたっていうのもあって、やっとスタートラインに立てたというか、面白いゲームにしていくための準備が整ったと言っても過言ではないかなというふうに思っております。で、そんな中でも想定とちょっと違ったなみたいなこととか、なんか僕らも見切れてなかったなって部分とかもあって、正直あったね。正直出してみてからみたいなね。これだけたくさんの人がまず来ると思ってなかったし、これだけたくさんの人が来ることによって生じてる問題みたいなのがたくさんあるんですよ、実は。そうなんですよ。で、そういう起こってる問題に対してはもう対応できるものから1秒でも早く直していこうっていう動きをしておりまして、もっと遊びたいのにこんなちょっとしかできないっていう風な声もいただいておりまして、それもスタミナの配布だったらできるっていうことだったので、もう今日からすでにスタミナの配布が始まっております、そしてこれは実際僕もプレイしてて思ったことなんですけど、どうしてもやっぱこの短い時間でポーカーアプリを楽しんでもらおうと思うとゲームの進みが早くなっちゃうんですね、どんどんこのブラインドが上がってっちゃう。もうちょっと長い方がいいよねっていうのは意見としてもありましたので、これは来週にですねストラクチャーを
1.5 倍に増強するというアップデートをかけさせていただこうと思っております、はい、すぐ直せるとこっていうのはもう臨機応変にね、はい、1週間っていうスピード感でパン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 って直していこうと思ってますし、やっぱ1ヶ月2ヶ月かかっちゃうような修正っていうのもあるんですけど、諦めずに1個ずつ1個ずつこうステップを踏んでいこうというふうに思っておりますので、ポーカールームっていう会社もそうですし、DNA のチームも信じていただいて、ここからスタートラインということで、みんなで一緒に最高のアプリに作り上げていくことができたらなというふうに思っております。そうですね、僕も本当にその横澤チャンネルもそうですし、ルーツもそうですし、ポーカールームから出す全てのものづくりに本当に真摯にこだわりたいなと思い続けてます。1年間2年間と時間をかけてなりますが、治っていくことは間違いないので、それは僕らのこだわりが強いからですし、それはもう信じてついてきてもらえたらと思ってます。想定してなかったようなこともたくさんあったのと同時に、分かっちゃいるけどそうするざるを得なかったみたいなところだったりとか、意図的にそうしてるみたいなことも正直あったりもして、だからそういうのも全然見せれてないというか、お伝えしきれてないなって思うところも正直あるので、今後もこのエッジの制作秘話というか、舞台裏みたいなものも、カメラ回してるものも結構あるんで、サブチャンネルだったりとかでも発信していこうかなというふうに思っておりますし、今まで以上に全部赤裸々に、なるべく皆さんにリアルタイムでお伝えしていこうかなというふうに思っておりますので、信頼していただければと思います、なぜスタミナ戦したかとか、なんでこのストラクチャーなのかとか、全部実は理由があります。本当にいろいろあってね、一つだけ言いたいことがあるとしたら、分かってないわけではないってことは言いたいですね、実際こんな感じでなんかネガティブなことばっか言っちゃいましたけど、僕自身リリースしてから毎日プレイしてますし、面白いです。僕もです。はい、これから進化していくエッジポーカーを一緒に見るというような気持ちで遊んでいただければなというふうに思っております。はい、ここまでいろんなものを作ってきた僕たちに任せてください。任せてください。もう僕のプロポーカープレイヤーのこの13年のキャリアをかけて最高のアプリを作るって約束します。僕もコンテンツクリエイターとしてかけてきた13年あるんで、同じようにプロとプロの目線を持って確実にいいものに仕上げたいと思います。はい、ぜひですね、今、まだエッジポーカー遊んでないよっていう方も、今もうすでに遊んでるよっていう方もですね、これから最高のアプリを一緒に作っていきたいと思っております。はい、僕と一緒に遊びましょう。遊びましょう。というわけで、また来週の動画でお会いしましょう。またね。バハマに来ております。今回参加するのがなんと WSOP パラダイス。ブラジルにいる時にウェインからもめっちゃ鬼連絡来てさ、バハマに来てくれるだけで、みたいなCM やん今回のバハマは1回目に行ってチャンネル史上最大です。これです。すごっ。気になる優勝賞金475万ドルです。7億です。横澤チャンネル最高額夢の大舞台に入ります。